皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドローマーケテラスです。グッチです。今回なんですけれども、はい、グッチさんに教えていただきたいことがありまして、グッチさんって試合の中で対戦相手に打たれたらどうしますか？打たれたら、はい、相手が攻撃してくる。そしたら、基本的にはカウンターを狙ってますからね。はい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 。したろっていう感じに、でカウンターをねカウンター結構多いですね。ブロックとかよりももうカウンターですね。はいはいはい。確かにブロックで回してチャンスを作るっていうよりは、結構もう打たれたら打ち返すみたいなそうですねのパターンがすごい多いと思うんですけど、意外と打撃戦してますね。そうですよね。でそれって実際結構難しいじゃないですか。わかります。はい、難しいです。なので今回はグッチーさんこんだけカウンターすごいやってるんで、どういう展開だったらカウンター狙いやすいよとか、なるほどなるほど、はい、どういう球を狙おう、あと打ち方だったりとか、ちょっとそういうところいろんなところを教えていただけたらなと思うので、よろしくお願いします。お願いします。カウンターがとりあえずしやすいのは、相手が下回転を起こした球をカウンターするっていうことなんですけど、ただでもこれが下回転っていうのが例えばレシーブの時、特につっつきが一番いいのが深くこう長く送る、深く長いつっつき、こう差し込むようなつっつきを送るとめっちゃカウンターしやすいです。このつっつきが結構大事ですね。だからよく私の場合つっつきでフォアでこう送ってるんですよ。深く送ってで持ち上げさせたそれを上からみたいな感じですね。ちょっとやってみていいですか。イメージ、とりあえずバックでつっつきします。イメージだとこういうで次を狙うみたいな、つっつきは結構こう相手のバックの深くにこういう感じ、今みたいな感じでやるとカウンターしやすい。こうやってで、こういう感じですね。今みたいな次をこうあっちにこういうふうに差し込ませさせて、そうすると相手が持ち上げるけどそれが山なりにくるんですよね。なのでそうするとあとはもう面をかぶせてちょっと上から早めのタイミング、頂点バウンドの頂点よりも前ぐらい、でちょっとこういう感じですね。膝を落としてラケットだけ上にちょっとこういう感じだけみたいな。だから小さいです、振りは。これでやるとめっちゃ入りやすいです。だからミスが多いっていうか難しいのが、やっぱただつっつきすると休むみたいな感じだとどんどん打たれちゃうんで、カウンターできないじゃないんですよね。例えばちょっと悪い例、よくあるつっつきが普通だね。普通だからつっつくと、例えばちょっとでも今のカウンターは無理なんですよ。今のカウンターしろっていうのはほぼ無理。あれはブロックしないといけないですね、本当は。なのでああいうつっつきしちゃうとカウンターが本当に難しいんです。なのでもう一回やりますよ。もう一回やってもらうので、深く切りながら置くと、これですね。相手にバレてもいいんでループさせると、ほとんどあれだとクロス返ってくるんですよ。これダンプやるとそれストレートやると難しいんで、それでクロス待ちして瞬時にちょっとラケットをかぶせながらこうやって上にカウンターをちょっとこう足してあげるような、相手の力を利用して打つですね。これが私がよくやっている一つのカウンターですね。これですね。まずはやってほしいですね、この形。つっつきレシーブからのカウンターですね。今みたいな感じでやるとカウンターしやすい。こうやってで、こういう感じですね。今みたいな感じでやるとカウンターしやすい。こうやってで、こういう感じですね。で、あともう一個よくやるのが、っていうかサーブからのパターンでもカウンターとか使うんですよね。サーブが例えば一番いいのがちょっとサーブがギリギリ出るか出ないかぐらいを出すと相手がちょいってするんで、それも狙いやすいです。これがカウンターしやすいですね。今みたいな出るか出ないかぐらいが相手がこう下からビビりながら打ってくれるんで、その瞬間にもう待って、またこれも上から早めのタイミングでカウンターするですね。これがカウンターしやすいですね。これがカウンターしやすいですね。
じゃあもう一個あって、もう一個はサーブ出した時にさっきは出るか出ないかってあれだったんですけど、それプラスわざともう早く出す、こういうもう速いやつ、下系とかナックル系のサーブで長く出すと、長く深く、もうこれは普通にもうドーンって出してもらうと、相手がバックドライブで起こす、もしくはフォアドライブで起こす、そこを狙うですね。なのでこれも狙いやすいですね。相手の軽いループが来やすいので、それをまたちょっとかぶせながらボールの上の方を、これ全部カウンターとしてはそんな振らないってことでできれば、送って下カットがなくて送って、それをこういう早めのタイミングで優しくこう押してあげるちょっとかけるぐらいな感じぐらいですね。下カットがなくて送って、それをこういう早めのタイミングで下カットがなくて送って、それをこういう早めのタイミングで、この3つぐらいが一番パターン的には多いかなっていう。あとの場面はカウンターしないですね。つなぐっていう、もうあとは引き合いとかになっちゃいますよね。そうなんですよね。回転のラリーだと。そうなんですよね。なのでそういう感じでやってますね。この3つだったらちょっと失敗しづらいのかなと思って、この3つから皆さんもカウンター挑戦していただけたらいいのかなっていう、そんな感じですね。今3種類やってもらって、こっちがドライブ打つ側として感じたのは、なんか強く回転をかけれないんですよね。強く多分かけられると嫌だと思うんですよ。回転量めっちゃ多い超ループみたいな感じできたら、多分カウンターしにくいじゃないですか。しにくいですね。回転量入るけど入らないことも多いですね。その回転強いと。なのでちょっと今やってもらった3種類、深いつっつきと出るか出ないかと、サーブからサーブの深いやつからのサーブ、全部強い回転をかけにくかったんですよ。逆にこういうのやっちゃうと強い回転かけられちゃうから NG だよみたいなのがもしあれば、中級者までだったら切ったつっつきで深く送るのが効くんですよ。切ったことだけで点数取れるから、中級者ぐらいまででしたら。だけど上級者が切ってもダメなんですよね。で上級者が切って深く送ると一番やばい、ダメ、めっちゃえぐい球くる。もう切れてる分しっかりゴリッとやれる。中国選手とかいい例だよね。極端にバーンってやったらもうドーンみたいなとかカウンターできないんだよね、とかボンみたいなされちゃってカウンターできないくなっちゃうんで、なので切って深くやりがちなんですけど、それは上級者では逆に通じない。言い聞くのは切らないで深く送るのが一番いいんだよ。さっきこういうやつのがいい。深くここにもうつっつきで送る方がいい。確かにその方がこっちが打つのがなんか軽いループになる。そうもう上がるんだけど質が低い。ちょっと一回やってみていいですか。しっかり切ってもらっていいですか。じゃあぶっちっと切りますね。これが大きいの今みたいな今伸びたいな回転確かに切られたと思うから、こっちもその回転に負けないように思いっきりかけるんですよね。なのでそれができちゃう人はもうね切っちゃっても意味がない。逆にやられる切るなっていう。なので深くバック深くに送るように、送るつっつきですね。やってるように。軽いね、トマスは。なんか今ちょっとかけようかなと思ったんですけど、なんかオーバーミスしそうで思いっきりかけると。そうですね。確かにスピードもあるんで、つっつき自体が結構。なので。そうなんです。で切れてないから、思いっきりやったらオーバーしそうだから、ちょっとやっぱり入れようとして軽い球になっちゃう。みんな入れてきますよね。バックでもきっとこうやって入れループみたいなので来るんで、そこを待って、大体クロスにしかも返ってくるんで、その技やると。なのでフォアハンド主戦の人は特にやりやすいかなと思います。こんな感じですね。ありがとうございます。全然です。はい、というわけで、グッチさんにカウンターのパターンを教えてもらいました。確かに上回転対上回転のラリーになったら、もう殴り合いというかね、引き合い、ドライブ対ドライブの引き合い。カウンターとはちょっと違うんですよね。
でもよくわかります。自分もカウンターされるときに、こう軽いループをしてカウンターされる、逆にそのすっごいかかったループをさせてもらえない、グチさんとやると、なんかそういうイメージがあるので、やっぱりこういう、今聞いて分かったんですけど、やっぱこういうボールを出してちゃんと待ってるっていうのがあるので、ぜひ真似していただけたらなと思います。今回これで終わります。ありがとうございました。